皆さんこんにちは。ラテ先生の税金豆知識。今回は副業で消費税のインボイスを要求されるのはなぜか、その時どうしたらよいかがテーマです。会社員は日常の買い物で消費税の負担はしますが、買い物代金の消費税を税務署に納めるのはお店の方です。会社から給料をもらうときに消費税 10% を預かって税務申告したことはありますか？そんな人は普通いませんよね。しかし、副業では副業先からお金をもらうときに消費税法上のインボイスを要求され、消費税を納めないといけないケースが出てきます。自分が大家で不動産をオフィス用に貸してお金をもらうときも同じことが言えます。今回は会社員の傍ら、副業や不動産賃貸をしている方が突然インボイスを要求されて、そうなの？とびっくりしないことを第一にご説明をします。説明の目次はご覧の通りです。最初にお断りしておきますが、消費税は庶民には身近ですが、制度そのものは税理士泣かせの大変難しいものです。後ほど分かりやすく結論をまとめますので、難しい言葉は軽く聞き流していただき、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。講師はラグドールのラテ先生です。一緒にまず消費税の仕組みから見ていきましょう。副業をされている会社員の方が消費税を理解するためには、給料になぜ消費税がかからないかを見ていくのが一番の早道です。まずそのことをご説明します。税法では消費税のかかる取引は4つの要件をすべて満たすことが要求されます。日本国内での取引であること、事業者が事業として行うこと、お金をもらって行うこと、物の販売や貸付、サービスの提供であること。これを見ると、税法上は会社員も消費税の納税義務者になりそうですよね。上から順に確認をしていくと、国内勤務でビジネスをし、毎月給料をもらう代わりに労働サービスを提供しています。しかし、会社からもらう給料は雇用契約に基づく労働の対価であり、事業として行うサービス提供の対価ではないというのが消費税の考え方であり、税法の定めです。でも、雇用契約はある意味大変しんどいのも事実です。会社から給料をもらう約束の代わりに、上司から毎日指揮命令を受け、長時間、そして自宅から離れた場所での厳しい拘束があります。したがって、副業をする場合にもう一つ追加で雇用契約を結ぶと、両立できない場合が多いのではないでしょうか。その場合、必要な元手に乏しい会社員にとって、副業先との契約は多くの場合、あまり元手のかからない請負契約となります。請負契約とは、商品配送の例で言えば、運送会社の親方が自分の責任で配送を引き受け、弟子に命じて配送完了後に取引先からお金を受け取るような契約です。しかし、会社員の副業の場合は、親方とは名ばかりで、弟子がいないことがほとんどです。これを俗に一人親方と言います。一人親方は運送会社がそうであるように、事業者が事業として行う取引に該当し、消費税のかかる取引の4要件をすべて満たすこととなります。今回副業ではこの一人親方に限定して見ていきます。一方、不動産賃貸の場合は、いわゆる賃貸借契約となります。大家が会社や個人からの賃貸申し込みを自己の責任で引き受けて、部屋を貸し付け、借主から家賃を受け取るような契約です。これも事業者が事業として行う取引という要件を満たします。したがって、不動産賃貸も消費税のかかる取引の4要件をすべて満たすこととなります。ただし、消費税法で住宅の貸付は非課税となっていますから、今回不動産賃貸ではオフィス大家を限定して見ていきます。そして一人親方もオフィス大家も本業の会社員とは違って
いよいよ消費税とインボイスの世界に入っていくこととなるのです。一人親方やオフィス大家は事業者なので、仕入れ先から事業に必要なものを仕入れて、売上先に営業をし、物やサービスを提供して売上を獲得します。この図で見ていただくと、仕入れ先からバイク、携帯電話や修繕、電気、ガスなどを仕入れて、売上先から配送代金やオフィス家賃をいただくということになります。この事情は仕入れ先でも売上先でも同じであり、最後には消費者が待っています。消費税の申告納税義務は原則としてこうした事業を行っているすべての事業者に及びます。ちなみに最終消費者だけは物やサービスを購入して消費するだけなので、消費税の申告納税義務はありません。そして消費税の計算は原則として売上税額から仕入れ税額を差し引いた残りが申告納税額になります。その結果、最終消費者が消費税全額を負担するからくりとなっています。原則は今ご説明した通りなのですが、消費税には小規模事業者に対する免税措置が用意されています。会社員をやりながら、一人親方やオフィス大家のわずかな稼ぎにまで消費税の申告納税義務を負わされるのでは叶いません。免税事業者になれれば、経済的な負担も事務的な負担も減りますから、とても良い制度です。しかし、2023年10月からその景色が大きく変わりました。2023年9月までは、免税事業者でも一定書式の請求書を売上先に提供すれば、売上先が消費税を申告納税する上で全く問題はありませんでした。しかし、翌月10月からインボイス制度が導入されました。この制度の下では、免税事業者の発行する請求書の提供では、売上先は仕入れ分の税額を売上分の税額から差し引くことができません。したがって消費税額が増えてしまうという事態となりました。ただしそこには巧妙なからくりがあります。仕入れ先の免税事業者、この場合の一人親方やオフィス大家があえて税務署に届け出て、免税事業者から課税事業者になってインボイス登録をすれば話は別です。その場合、売上先は税負担が増える不利益は避けられるのです。したがって、売上先の社長は次のように言うでしょう。なぜ事業者なのにインボイスを発行できないの？インボイス登録してくれないと当社が困るんですよ。すなわち、インボイスを強く要求してくるでしょうね。なぜ売上先からインボイスを要求されるかの説明は以上となります。ここまで少し難しかったかもしれませんね。でもちょっと待ってください。インボイス登録をするということは、消費税の課税事業者になることです。そんな大事な決定を他人の言いなりで決めていいのでしょうか。その良し悪しを次に見ていきます。一人親方の場合、副業先からは、課税事業者に移行してインボイスを発行してほしい、または免税事業者のままで良いから税負担分の値引きをさせてほしいのいずれかを要求されるものと思われます。1の場合、新たに消費税負担と事務負担が増加しますが、副業収入は維持または増加が期待できます。2の場合、新たな消費税負担と事務負担はありませんが、副業収入は減少または頭打ちになる可能性が高いです。なお、下請けの立場を利用して、免税のまま収入据え置きを粘り強く交渉するのも法律的にはありですが、副業は本業との兼ね合いで肩身が狭く、トラブル禁物なので現実的には難しいでしょうね。したがって、一人親方としてデメリット、メリットの比較をして、自分でどちらかの選択をせざるを得ないと思われます。オフィス大家の場合、借り主からは副業先と同じように、課税事業者に移行してインボイスを発行してほしい、または免税事業者のままで良いから税負担分の家賃値下げをしてほしいのいずれかを要求されると思われます。ただ、立場の弱い一人親方と違って、オフィス大家は借り主と立場が対等ですから、ここは1の選択をすべきではないでしょうか。
特に今まで免税事業者として消費税込みで家賃を受け取っていた場合です。この場合、税負担と事務負担は確かに増えますが、契約更改時に消費税分の上乗せをする、つまり外税で消費税分を値上げすることが期待できます。国が決めたインボイス導入が理由ですから、値上げの絶好のチャンスでもあります。最後にまとめとして、副業家賃収入でインボイスを要求された時のデメリットとメリットを一覧にしました。副業一人親方の場合、家賃オフィス大家の場合ごとに結論だけをまとめてあります。ぜひご参考にしていただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。